皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は湯河原にある富士屋旅館をご紹介します。富士屋旅館は大正時代の建物があり、登録有形文化財にも指定されているお宿です。今回私たちはその登録有形文化財の中に宿泊することができるので、とても楽しみにしていたんです。また先ほどうなぎの看板があったように、うなぎの名店でもあるんですよ。この動画のご紹介内容は登録有形文化財のお部屋紹介、施設紹介、夕食紹介、朝食紹介になっています。ぜひ最後までご覧ください。まずお部屋紹介の前に簡単に施設の構成をお伝えすると、この富士屋旅館の建物は大きく3つあり、奥の青い建物が和洋折衷の新館で、この建物が大正12年に築造の同格風建築の旧館で登録有形文化財になっています。そして旧館の奥には渡り廊下でつながる昭和20年代後半に建てられた楽味荘があります。私たちはせっかくなら大正時代に建てられた登録有形文化財に宿泊してみたいと思い、今回はこの旧館に宿泊することにしました。それでは登録有形文化財のお部屋紹介です。早速建物の中へ入っていきます。この登録有形文化財の旧館の入り口は楽味荘の入り口にもなっています。時代を感じさせてくれる扉ですね。わー、木造のどこか懐かしい雰囲気。この奥の廊下を進んでいくと渡り廊下があり、楽味荘につながっています。中庭の見えるライブラリースペースもあるので、後ほどご紹介しますね。建物は2階建てで、私たちが泊まるお部屋は2階にあります。今回宿泊するお部屋は初名草です。大正時代の建物ということもあり、木造のレトロな雰囲気がとても素敵です。古いはずなのに中は綺麗で大切に手入れされているのがわかりますね。それでは扉をオープン。扉を開けると、まずは長い廊下があります。昔の日本家屋はなんて贅沢な作りなのでしょうね。立派な2枚屏風も飾られ、さらに左手の窓からは川が見えて、とてもいい眺めです。まだ居室に入っていないのに、私も夫も感激してしまいました。いやー、これは感激必須ですよね。通り過ぎたのですが、奥にはお風呂場があります。まずは居室から見ていきましょう。3畳ほどのちょっとしたスペースがあり、さらに奥にお部屋があります。わー、素敵。10畳もある大きな部屋の奥には広縁もあります。さらに左の部屋はベッドルームです。こちらも10畳ほどあり、とても広いですね。そして部屋も気になりますが、やっぱり部屋からの眺めも気になりますよね。このお部屋からの眺めはどんな感じなのでしょうか。広縁からの眺めは中庭が見えますね。この時はまだ春前だったので少し寂しい雰囲気。でも春夏秋は花見や緑を楽しむことができそう。特に春は花見ができるので最高でしょうね。よくよく見ると滝と池を望むことができます。この冬の時期もこれはこれで素敵じゃないですか。実際お風呂上がりには広縁の椅子に座り、景色を眺めながらのんびり過ごしましたよ。こうした過ごし方は温泉旅館の楽しみの一つですよね。さて、お部屋のご紹介に戻ります。全体像を映すとこんな感じです。なんて贅沢な広々としたお部屋なんだろう。欄間は菊の花の形に切り抜かれ、可愛らしいですね。床の間にはライトの加減で映像では見づらいのですが、雪化粧した富士山の掛け軸があり、その下には存在感のある壺が飾られています。床の間側からはこんな感じ。障子越しでも明るい雰囲気です。早咲きの梅の花も見えましたよ。ベッドルームはこんな感じです。このベッドの寝心地はとても素晴らしく、一瞬で眠りに落ち、深く寝入ることができた快眠ベッドでした。それにしても広い。
ベッドの枕元には電源も完備。右手にはさらに小部屋があります。小部屋はちょっとした作業スペースになっていますね。昔ながらの吊りガラスの窓を開けると川を眺めることができます。川の流れる音を聞きながら少し作業をしましたが、とても集中することができましたよ。先ほどの小さなお部屋に戻ってきました。左の押し入れの中に浴衣やセキュリティボックスがあります。浴衣は大中小サイズが2着ずつあり、館内を浴衣で過ごすことができます。右のこちらはミニバーでコーヒーメーカーもありましたよ。コーヒー、紅茶、緑茶をいただくことができました。ミニバーの棚の下には小さな冷蔵庫があり、この中のビールとジュースは自由に飲むことができます。ジュースをお風呂上がりにいただきました。そしてお次は旅館といえばのお風呂です。広い脱衣所を抜け、さらに奥の扉を開けると、源泉かけ流しのヒノキ風呂です。ヒノキのとてもいい香りがします。ヒノキの香りに包まれながら入る源泉かけ流しのお風呂、最高ですよね。それではお風呂を堪能させていただきます。やっぱり最高でした。滞在中は何度も温泉を楽しみましたよ。そしてお風呂上がりの一杯は冷蔵庫に入っていた湘南ゴールド。甘酸っぱくてお風呂上がりにぴったりでした。ちなみにアメニティはこんな感じ。基礎化粧品類も揃っています。私的には使い心地も良かったですよ。そしてお次は施設紹介。先ほどの建物入り口に戻り、この左側にある廊下を歩き、どんどん進んでいくと、渡り廊下でつながる楽味荘に着きます。そしてさらに進んでいくと、奥にライブラリースペースが見えてきます。ライブラリースペースはとても気持ちのいい空間です。中庭を眺めることができます。本棚には宮大工の本や司馬遼太郎、サザエさんなど様々な種類の本が置いてありました。窓を開けると滝の音が聞こえてきます。私たちのお部屋からも中庭を眺めることはできますが、上からでなく下から木々を眺めるのもいいですよね。このスペースでのんびり過ごしている方もいらっしゃいました。さて、もう一つご紹介したい施設は大浴場です。大浴場は新館にあります。富士屋旅館という名前だけあって、新館のロビーは大きな富士ののれんがかけられていましたよ。お部屋に温泉がついていないタイプもありますが、大浴場があるので皆温泉を楽しむことができます。さすがに大浴場の中は撮影できませんが、木に囲まれた開放的な作りのお風呂でとても気持ちの良い温泉でした。それではお待ちかねの夕食紹介。夕食会場は新館の中にある兵六亭です。兵六亭は宿泊者以外も利用できるレストランで、うなぎ料理の名店でもあります。テーブルは個室とオープンスペースがあり、私たちは個室席に通していただきました。超達筆のお品書きを見ながら、とりあえず乾杯。夫はジンジャーエール、私は湯河原幕山梅酒のソーダ割りです。実は旅館にチェックインする前に湯河原幕山の梅祭りに行ってきたので、せっかくだからと幕山梅酒を頼むことにしたのです。綺麗な梅の花を見ることができたので、梅の時期に湯河原に行かれた際はぜひこの梅公園へ行かれてみてくださいね。さて、乾杯してすぐに出てきたのは薬膳湯。
お椀の蓋の上には魔除けの意味を込めてヒイラギの葉が置かれていました。干し椎茸、金柑、セリの根などが入った薬膳椀です。干し椎茸のうまみたっぷりのお出汁が優しい。ヒイラギの葉と薬膳湯からお料理が始まるのは、なんだか旅館側の優しさを感じ嬉しくなりますね。そして2品目はお造り。なんと大きな一枚昆布がお皿に乗って出てきましたよ。ホテルの方に言われるがまま昆布をめくってみると、わー、すごい！大きな昆布に包まれてお造りが登場しました。金目鯛、サワラ、ブリ、そして春野菜、こごみが美しく盛り付けられています。なんとも贅沢な盛り付けですね。まずは金目鯛からいただきます。わさびの爽やかな辛みを感じつつも、しっかりと金目鯛の甘みを感じます。サワラは皮目が炙られていて、香ばしさと対照的なみずみずしさもあり美味しかったです。ブリは旬ということもあり、トロのようにねっとりとした脂の甘みを感じました。こごみは春を先取りした気分になりましたよ。神奈川は海と山の食材を味わえるのでいいですよね。3品目は揚げ物です。ヒラメ、ウド、ヨモギ。このお塩をつけていただきます。ヒラメはもっちり食感です。身は分厚く食べ応え十分。うどはジューシーで噛むと美味しいジュースがあふれます。感動するほど美味しいうどでしたよ。よもぎは苦みが強いかと思いきや、そこまで苦みは感じず、なんと食べやすいのでしょう。少し驚きました。4品目は大きなハマグリのお椀です。大きなハマグリの貝殻の上にはのびるが盛り付けられ、ハマグリの下には大根が隠れています。ハマグリとのびるは春のものですね。それにしても大きなハマグリ、さすがに拳よりは大きくはありませんが、大きいことはお分かりいただけるかと思います。貝殻を開けると大きな身が、これは美味しそう。かつおだしの白味噌の汁は香りがよく、ハマグリは甘みがあり、とても美味しかったです。のびるはシャクシャクとした歯ごたえがいいですね。こちらも春を感じさせてくれる一品でした。5品目はハッスンです。白魚のフリット、赤ナマコ、ブリのなめろうです。こちらも春の野菜が飾られています。白魚のフリットはもちもち食感で、こんなの初めてです。わらびとも合うのでさらにびっくりしました。赤ナマコは酢の物になっており、お酒によく合います。コリコリ食感がたまりませんね。日本酒を飲みながらいただきたくなりました。ブリのなめろうは脂が乗っていて、味噌と合わさると粘度が強くなり、よりねっとりとしています。こちらも日本酒に合うだろうな。そして6品目は炊き物。アワビとどんこです。このどんこを見てください。すごい肉厚ですよね。食べるのが楽しみになります。オイスターソースにとろみをつけているそうで、少し中華風です。アワビは柔らかすぎず歯ごたえもあり、とても美味しかったです。どんこは肉厚でうまみの塊でした。ほんと美味しかった。そしてお次は焼き物。なんとこれはすごいインパクトありますよね。私も夫もわーっと声を出してしまいましたよ。なんとうなぎの白焼き、うなぎのタレ焼きの食べ比べです。さすがうなぎの名店ですね。山椒味噌やわさびなどをつけていただきます。白焼きは生のうなぎにお塩と酒で臭みを取って丁寧に焼き上げているそうです。そのせいか、私の知っている白焼きとは全く違った香りと食感でした。
うなぎの身はむぎゅっとしてむっちりもっちりしています。タレ焼きは一度だけタレをつけて焼き上げており、かば焼きのようにタレの風味は強くありません。うなぎの香りと甘みをしっかりと堪能することができました。またうなぎと一緒に出てきたのがご飯もの。この土鍋の蓋を開けると、わー、私の大好きなグリーンピースご飯です。思わずやったーと声に出してしまいました。本当に美味しくて感動ものでしたよ。ここだけの話、過去最多のおかわりをしました。2杯目まではグリーンピースの風味を楽しみました。3杯目からはなんと土鍋の底におこげができて、それはもう最高でしたよ。4杯目からはうなぎや昆布のものやお味噌汁と一緒にいただきました。最高でした。ありがとうございます。そして最後はデザート。なんと3種類もあります。私のお腹はグリーンピースご飯で満腹です。入るかなと思いきや、結論から言うとペロリといただきました。まさに限界突破です。甘いものは別腹ってよく言うけれど本当ですね。インゲン豆と梅の羊羹。インゲン豆は上品な甘さです。梅の羊羹は梅の香りと爽やかな酸味と甘さがあります。よもぎの団子揚げ。あんこの入ったよもぎ団子を揚げており、油で甘みも増して美味しいです。文旦のゼリー。ゼリーはプルプルを通り越してブルブルといった感じです。爽やかな風味で美味しかったです。これから先何度も思い出すであろう最高に美味しい大感激の夕食でした。そして朝食のご紹介。朝食も夕食と同様達筆なお品書きがあります。最初に出てきたのは湯河原みかんジュース。朝搾りたてのみかんジュースは甘すぎず酸っぱすぎず青々しい香りを楽しめました。そして土鍋ご飯の登場です。私たちの朝食開始時間に合わせて炊き上げていただいたお米はツヤツヤして輝いています。そしておかずも並べていただきました。白米に合うおかずしかありません。白米好きとしては最高の朝食。手前は鯛のなめろうで、上にはからすみがかけられています。黒毛和牛のしぐれにしっとりとし甘辛で白米が進みました。真ん中のはとろろ。これは美味しすぎましたよ。そして隣は明太子。なんと自家製で辛すぎず食べやすい。そして奥にあるのは青菜のおひたし。粗削りの鰹節が食欲をそそり、ご飯が進みました。まただし巻き卵。ふわふわ系でなく少し甘めのしっかり系の卵焼きです。そしてさらに本日の焼き魚、なんとかば焼きです。前日のチェックインのタイミングで朝食の魚を選ぶのですが、追加料金1500円でかば焼きにすることができるんです。炊きたての土鍋ご飯に最高のおかず。なんて幸せな朝食なのでしょう。大根の甘みたっぷりのお味噌汁もあります。本当に美味しくて、気づいたら土鍋は空になっていました。お恥ずかしいのですが、ホテルの方が追加のお米をおひつに用意してくださりました。人生でこんなにお米を食べたことはないってくらい食べてしまいました。もちろん完食です。自分でもびっくりするほどの食欲。一生の思い出になるであろう朝食でした。最後に湯河原のおすすめスポットのご紹介です。梅の時期に幕山で梅祭りが開かれているので、梅の時期に行かれた際はぜひ寄ってみてください。何百本の梅の木があり、素晴らしい景色でした。今回は湯河原にある富士屋旅館をご紹介しました。この動画が少しでも皆様のお役に立つと嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。